皆さんこんにちは。西予苔園の苔見沢です。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今日は以前より実験しておりましたこの苔の植え付けから芽出しの育成状況に対して各種肥料を与えております。で、そのどの肥料がどれぐらい効果があるのかというところを比較検証してみるということを以前からやっておりまして、で、ある程度ね、芽が出てきました。なので、今日はそのご報告を一つ一つチェックしながら、ご報告をしていきたいと思います。この動画ではですね、シンプルに、与えていた肥料、1番ハイポネックス、液肥ですね。で、2番が芝肥料、メネデール芝肥料。で、3番が、ハイポネックスの微粉ハイポネックス、粉の肥料ですね。で、4番がリキダスという活力剤。で、5番が、メネデールですね。の二価鉄水ですね。の肥料。で、6番がフルボ酸というですね、腐食の要素が入っている、これも活力剤です。で、最後に7が何も与えていないもの。それぞれ、卵苔、高野万年草、ヒノキ苔、オオカサ苔というのと、あと、この後ろにですね、庭苔である砂苔に対して1から7に、それぞれですね、分けて、肥料を与えて、もしくは何も与えていないものも含めて、どれがどのようにですね、効果的なのかというところを、徹底的に比較していこうという実験です。で、それの結果を、この動画ではですね、お伝えをしていきます。この動画は続きでですね、じゃあ、苔水は結局、その苔栽培に対しては、どの肥料を使うのか、どれぐらいどういうふうに肥料を使うのかというところも、今回の実験を通じて、もう私今後こうしていきますというですね、方針が固まりました。その内容についてはですね、申し訳ございませんが、もっとめでる会員様限定の動画で、私が今後どうやっていくかというところの総括を、もっとめでる会員の方でやらせていただきます。で、この動画では、シンプルに実験結果をお伝えしてこうでしたというところをですね、皆様にお伝えしていきますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。ではですね、早速なんですけれども、もう全部バーっとこう、蓋を外して、それぞれの育成状況を見ていきましょう。はい。肥料の芽出し実験の1ヶ月ちょっと経過した状態を見ていきましょう。苔栽培をしている、圃場で、環境は苔栽培をしている環境と同じ環境において、それぞれの肥料、活力剤でどのような違いが出るかを今見ていますけれども、1ヶ月ちょっと経過していくと、だいたいですね、芽出しの状態の差は見られてきたかなというふうに思います。卵苔なんですけれども、このとこですね。いいですね。だいぶ芽出しがいいですね。ここもいいかなと思います。こんな感じで、若干差が見られるかなという感じです。何もしてない、水だけのものですね。もうだいぶ芽吹いてきてまして、で、この、フルボ酸のやつですね。が、一番遅いかなというような印象です。一番いいのは、この1番と7番かなという感じですね。続きまして、高野万年草を見ていきましょう。こんな感じですね。芽出しの数は、この1番多いですね。こんな感じ。で、7番、何もしてない水だけのものですね。もう割と芽出しの数は出てます。で、株の成長で言うと、6、5あたりの活力剤が、株の成長のスピードで言うと早いかなというふうに思います。続きまして、オオカサ苔です。オオカサ苔はですね、動きがちょっと全体的に遅いかなという感じなんですけれども、1番は割と芽が出てきてますね。数は多いです。2番もちょっと大きくなってますけれども、4番がですね、一番株の大きさが大きく成長してるかなって感じですね。で、7番も水ですね。水だけのものも割と数は多い
イメージがあります。ヒノキゴケですけれども、ヒノキゴケもね、割と動きが遅いですね。ですが、芽の数と成長ともに一番いいですね。一番はハイポネックスです。2000倍のものですね。こんな感じです。1ヶ月ちょっとのですね、芽が出て落ち着いてきた感じの状態というのも、割とこう差が出てきているなということで、面白い結果が出てます。続いて庭苔である砂苔の実験も、途中経過見ていきましょう。ちょっとですね、トレイの順番がバラバラになってるんですけれども、ちゃんとですね、それぞれの番号に対しての肥料、活力剤というのは守りながら定期的に、施肥をしています。こうしてみると、7番が割とこう出揃ってる感じはしますよね。あと5番もなんとなく出揃ってるような感覚。なんとなくパッと見の、感じは良さそうですよね。まだ8周して1ヶ月ちょっとなんで、まだ芽が出始めたばっかりの状態。なのでまだ判断はつかないんですけれども、なんか、割と似通った感じの印象を受けますね。なんか2番があんまり出てない感じもあるんですけど、でもまあ出てる感じします。砂苔は特にもうちょっと見ていかないと差がわからないので、定期的にその、規定の間隔で規定の量で、引き続き施肥を続けていきたいと思います。はい、それでは今全部蓋を取りましたので、一個一個見ていきたいと思います。まずは卵毛の状態です。はい、こんな感じですね。ざっと見てみるとこんな感じ。だいぶ違いが出てますよね。はい、力1番2番3番4番5番6番7番ですね。1番液肥のハイポネックス、2番が芝肥料ですね。メネデール液肥の芝肥料、3番が微粉ハイポネックス、4番がリキダスですね。4番リキダス、5番がメネデール二価鉄水、6番がフルボ酸、7番が何も与えてない状態のものです。こうやって見てみると1番かなりいいですね。2番もかなり良好に芽吹いてる感じです。3番がちょっといまいち、4番もそこそこちょっと出てますけど少ないですね。5番が意外に良くて、6番がなんか全然ダメな感じですね。7番もぼちぼちいいという感じでございます。続きまして、はい、こちら高野の万年草の1番から7番の状態。よいしょ。こんな感じですね。はい、1番から7番一つ一つ見ていきましょう。ハイポネックス液肥、2番がメネデール芝肥料、3番が微粉ハイポネックス、4番がリキダス、5番がメネデール二価鉄水、6番がフルボ酸、7番が水ですね。この中で見ると1番ハイポネックス液肥が結構いいかなと思ってます。で、こう見て、ちょっとこの辺おそらくカビが生えてきてしまっているというところもありますけれども、こんな感じで、あとこの6番フルボ酸もかなりいいですね。この中で見るとコヤマネグサ1番と6番がいいかなというところです。続いてヒノキゴケいってみましょう。ヒノキゴケ一通りちょっとざっと流してみるとこんな感じです。パッと見ると1番ハイポネックス液肥、これかなりいいですね。続いて4番リキダスも結構いいと思います。
5番もいいですね。5番は二価鉄水メネデールですね。6番フルボ酸で、7番は水と何も与えていないもの。何も与えていないものも芽吹いてますけれども、ちょっと芽吹き弱いかなという感じです。一番ヒノキゴケでいいのはやっぱりこちらですね。続いて4番エキダスですね。5番もまあまあいい感じ、っていう感じです。でこちらはオオカサゴケですねの状態を一通り見ていきましょう。こんな感じですね。で風で飛んで倒れたりとかしてるところもあるんであれですけども、1番かなりいいですね。2番3番もかなり大きいですね。これがかなり良好な育成を見せてくれてます。これもお客様にご提供できるレベルの感じですね。はい、こんな感じで、ここに来ると5番6番がちょっとあんまりよろしくない感じで、何も与えていないものね、水とこんな感じでございます。オオカサゴケは1番ハイポネックスエキシ、これかなりいいですね。3番のビフンハイポネックスもかなり良さそうな感じです。はい、こんな感じでですね、まずはコケテラリウムでよく使うこの4種、卵ケ、小枝万年草、ヒノキゴケ、オオカサゴケですねの4つで比べてみました。総括的に見るとおおむね良好なのは、どの苔もですねハイポネックス液肥がかなりいいです。共通して効果が出てるのかなというふうに思います。で、私が注目していたフルボ酸、番号で言うと6番になるんですけれども、6番はですね良好なものもあれば、小枝万年草なんかは一番いいぐらいの感じです。で、あとはですねそこまででもなかったかなというふうな感じです。これが、播種してから、2ヶ月過ぎてもう3ヶ月経ってます。3ヶ月後の状態で、芽吹いてからもう季節も良かったんで、どの苔もですねもう芽を出して、葉も展開してかなり大きくなったかなというような感じの状況ですけれども、3ヶ月経つとこんな感じでございました。続きましてこちら行ってみましょう。続きまして砂苔の状態を見ていきましょう。こちらはですね1234567という感じです。はい、1234567ですね。はい、今これね朝ちょっと雨が降ってトレーに水がちょっとしみしみになるぐらい水分含んでるんで、ちょっとね苔のその芽吹きの状態、純粋な苔の状態だけ判断するとなかなか今ねちょっとこう濡れまくってるんで、結構濡れてるんで判断しづらい状況でもあるんですけれども、この中でですねパッと見て良さそうなのは4番ですね。4番のリキダスが結構いい感じです。で5番そうでもなくて6番もいいですけれども、で砂苔に関しては7番ですね。7番が一番いいです。つまり何も与えてない状態がかなりいいかなと思います。こんなところでですね一つ一つの、施肥の状態の結果については以上になります。で今回の実験を、踏まえて結論を出すとするんであれば、共通して良かったのはハイポネックス液肥です。これが、どの苔に対してもかなり、良好な結果が共通して出てました。これは間違いないかなと思います。私が注目していたフルボ酸の、腐食要素が肥料に入っているフルボ酸の活力液、もっと
いい結果が出るかなと思ってたんですけども、唯一、結果が良かったのは、高野万年草が一番良かったなというところです。で、あとは、その一個一個のコンディションが結構、ばらつきもあったかなと思うんで、これがですね、厳密な苔に対しての 100% の効果が実証できた実験かと言われると、ばらつきもあったのかなと思います。ただ、今回の実験を通じて、共通して効果が実感できたのが、ハイポネックス液です。それはかなり良かったのと思います。砂桶に関しては、比較してみると、これが良かったねっていうのが、ハイポネックス1番と、あと、意外だったのが何もしてないものが一番良かったかなと思います。この結果が全てじゃないんですけれども、皆さんね、もしこの苔を育てたいと、栽培するというような時に、どの肥料がいいのかとかですね、いうところに関して、一つのこの参考の実験にはなるのかなというふうに思いますので、皆さんももしよろしければですね、参考にしてみてください。で、今後ですね、その一通りもう芽が出て大きくなった状態から肥料をあげることによって、今度、私も何度も経験してますけれども、逆にこの状態で与えてしまうと薬害が出るんじゃないかとですね、そういうリスクもありますので、皆さんね、肥料を使われる際はですね、やっぱりその状況に応じて、肥料、活力剤というのは、いい効果も出れば悪い効果も出ることもあるので、その点ですね、リスクがあるということは、注意してですね、使ってみていただければと思います。はい。というところで、今回のこの石の実験、どれが一番効果あるのか、白黒つけるということで、していた実験に関しては、この実験、この段階をもって終了としたいと思います。で、今後ですね、私が苔テラリウムの苔であったり、庭苔であったり、今後も苔農家として栽培していくんですけれども、栽培している苔に対して、じゃあ継続的にどういうふうに施肥をしていくのかということについては、これはですね、その栽培技術に関することになるので、ちょっとこの動画ではなくて、もっとメデル会員様限定の動画で、私なりのその今後の方針というのを述べたいと思います。そこに関してはですね、例えばこう砂苔が何もしてないものがなぜ良かったのかとかですね、そういうところも、この裏にめちゃくちゃ砂苔あるんで、そういうのも裏にある大量のその砂苔の栽培結果なども踏まえてですね、こうしたらいいというのを私なりの結果がもう明確に出てます。それもですね、もっとメデル会員様限定の方でちょっとお伝えしたいなと思いますので、もし興味のある方はこちらも見ていただければと思います。それではですね、今回の動画、もしよろしかったらですね、グッドボタンいただけると嬉しいです。で、まだご登録いただいてない方いらっしゃればですね、こういった苔栽培のことですとか、あとはですね、こういった栽培した苔を使ったテラリウム作品のメイキング動画ですね、そういったものも常に配信していますので、成功件ぜひご登録いただけますと大変嬉しいです。それでは今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いできればと思いますので、皆さんね、何かご感想などありましたら、ぜひコメントで教えてください。はい。それではですね、生保険のこちらの栽培補助なんですけれども、栽培補助から、石の実験結果ですね、どの肥料が一番いいのか、白黒つけましょう動画は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。それではまた次の動画で次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。See you guys. さよなら。